3度の飯よりなんとかが好きなんていう言葉がありますけれども、やっぱり食べるっていうのはもう生命の基本ですよね。で、ただ私たちが食べるのは必要な栄養全部は自分で作れないので、食べ物から獲得してるわけで、そのために食べる。で、代表的な栄養素であるタンパク質について言うと、タンパク質はアミノ酸からできてますけれども、例えばアルブミンとかヘモグロビンとか、同じ名前でも実は動物の種類によってアミノ酸の配列が違うんです。つまり別の物質なんですよね。なので、もしその他の動物のタンパク質が私たちの体にそのまま入ってくるとアレルギーが起きてしまうんです。有名なのはその血糖を下げるホルモンのインスリンなんですね。で、インスリンはアミノ酸51個、もう小さいタンパクっていうよりも、もうペプチドとかタンパクって必ずしも言われないぐらい小さいものなんですけども、多くのタンパク質っていうのはアミノ酸がもう何千とか、何万とかすごい大きなものなので、それに比べるとインスリンっていうのはすごく小さい。で、そんなに小さくても動物の種類によってアミノ酸の配列が違うんです。で、だから昔は人間のインスリンと51個のうちの1個だけ違う豚のインシュリンっていうのが糖尿病の治療にすっごい効果だったらしいんですけども、使われてました。でもアレルギーで使えなくなってしまう患者さんっていうのが結構いました。そんなもうわずかな違いでも異物認定されるぐらい他の動物のタンパク質って受け付けないんです。だから例えばお肉を食べたらそのタンパク質のアミノ酸を1個か2個までもう徹底的に分解する必要があるんですね。この分解が消化です。こう聞くと気になることは2つあると思います。1つは中途半端にしか消化できなかったっていう時代があったのかっていうこと。それからもう1つが、なんで肉料理は徹底的に消化できるのに自分の胃腸は消化されないのかっていうことだと思いますね。私たちは普段消化できて吸収できて、それ当たり前のように思って何気なく食事してます。でもこれらについて今回は1回目、いつからそんな徹底的な消化ができるようになったのかっていうことについて、いつものようにナビゲーターのあかりちゃんと一緒に考えてみます。炭水化物や脂肪も消化されますけども、混乱しないようにタンパク質の消化に限って絞ってお話しします。一緒に考えるといったものの、もう一つ目についてはもう結論言っちゃったようなもんですよね。そうですね。食事のたびに他の生物のタンパク質が入ってきてアレルギーが起きてたらまともに生きていけないから、そんな時代があったわけないんですよね。その通り、中途半端に分解されたアミノ酸の塊を吸収するんじゃもうアレルギーでやばい。でも仮に吸収しないなら、それが体から出ていく時、実はアミノ酸の塊だけが出ていくんじゃないんですよね。大量の水分も伴って出ていくんです。だからもう食事のたびにもうすっごい下痢になっちゃって、もうこれじゃ安定して生存することは困難です。だからもう歴史をどこまで遡っても中途半端にしか消化できませんでしたなんていう時代はなかったはずなんです。なるほど。栄養源というだけじゃなくて脱水にならないためにも適切に吸収しなきゃいけないし、そうするとアレルギーが起きないサイズまで消化する必要があるんですね。そういうこと。どうして消化できるか知ってる？胃腸から消化液が出て、その消化液に消化酵素が入っているからですよね。その通りです。時々胃酸にさらされると栄養吸収可能な状態になると思ってそうな人がいるんですけど、もちろんそんなことないんです。胃酸だけじゃ変性はしても吸収できる状態まで分解されなくって、消化酵素が必要です。どの臓器からどんな名前の酵素が出るんだか覚えてますか？はい、タンパク質の消化だと胃からペプシンが出て、膵臓からトリプシンが出ます。最重要なのはその2つだけど、実は膵臓からは5種類も消化酵素が出るんです。で、小腸からも少なくとも2種類の酵素が、これ膜消化って言って消化液というよりも小腸の壁で働いています。いっぱいあるんですね。そんなに必要なんですか？例えば手術で胃を全摘しても生きていける人は生きていけるわけなので、一つも欠かせないっていうわけじゃないと思いますよね。だけど酵素ってもうどこでもかしここでももうめったきりのズッタズタにするわけではないんですね。もうそんなことしたら確かに分解はされるかもしれませんけれども、その結果できたものっていうのがもう使い物になりません。酵素の仕事はそんな乱暴な仕事じゃなくって、特定の構造、つまり連結している場所だとか、それから前後のアミノ酸の種類を限定して、で丁寧にそこを切り離すんです。でアミノ酸は20種類もあるし、タンパク質はもうサイズがすごく大きいですから、1つや2つの
酵素、1種類2種類ってことですけど、それじゃもうダメですよね。酵素が全部揃ってる状態から一つ、例えば胃のペプシンがかけるっていうならなんとかなっても、もう1個もない状態から1個だけできましたとか、あるいは2つだけ、もう何でもいくらでも無理だからもう1つなんて、そんな段階的に獲得するなんていうストーリーじゃもう話になりません。吸収できる状態にまで消化するには酵素の4つやそこらはもうないと無理でしょうけども、そんなもう何個も何個も出揃うの待ってたらそれまでの年月を生き延びられません。だから段階的に獲得したなんてもうありえなくって、食べて栄養を取るようになった最初からもう何種類も、全部かどうか分かりません、でも何種類も持ってたはずです。なるほど。でもそれって無作為に起こりそうなことなんですか？普通に考えればもちろん起きそうもない。各酵素がもう何百ものアミノ酸でできてますから、偶然そんなもの4つも5つも持ってるなんてこれただごとじゃありませんよね。でもそれ以上に無作為に起きそうもない事実があるんですよ。何ですか？ドキドキするな。期待通りの反応ありがとう。でテレビだったらここで長々とコマーシャルが入るか、続きは次回なるところですよね。当たり前だけど食事を始めてから、それから消化酵素を作るんじゃ間に合わないでしょ。あらかじめ作って蓄えておいて、食べ物が実際に入ってきたらそれって分泌しないといけませんよね。ってことは事実そうなってるんですが、この分泌開始の合図もすごいんですけど、それをちょっと次回に回して、今ここでお話ししたいのはその消化酵素を作って蓄えておくっていう件です。で消化酵素ってタンパク質を溶かすような、猛烈な物質ですよね。だから危険といえば危険なわけなんですけども、その消化管自体がタンパク質主体なのに、こんなもん抱えといて大丈夫かって思いません？確かにやばそうですよね。爆弾貯蔵するような話でしょう。ところが驚くことに、これらの消化酵素がどれも余分なアミノ酸の配列がついているおかげで活性がない状態、要するに消化をする能力がない状態で作られて蓄えられるんです。全部です。なんだ、じゃあ大丈夫ですね。いや大丈夫かもしれないけど、活性がないんじゃ消化できなくってダメだと思わない？こっからがすごいのよ。蓄えられてる間、酵素は活性がないんだけれど、消化管の中に放出されると、そこにある物質と反応して余分なアミノ酸がカットされて外れて、で活性のあるさっき言った猛烈な物質に変わるんです。一つや二つがそうだっていうなら分からんでもないけれども、違う、全部なんですよ。マジで全部そう変化するんですね。例えばイノペプシンですけど、イノペプシンは余分な配列がついているせいで活性がないペプシノーゲンという状態で作られる、そういう物質で作られる、それで蓄えられてるんですけども、放出されると、胃に放出されると胃の塩酸によって余分な部分がカットされて外れてペプシンになるんです。でペプシンになると、これはもう余分がついた他のペプシノーゲンも全部カットしてペプシンに変換するから、もうまさに爆発的に活性の高いペプシンができてくるんですね。で膵臓のトリプシンも余分がついてるせいで活性がないトリプシノーゲンっていう物質で作られて蓄えてられてます。それが十二指腸に放出されると、そこにちょっと馴染みないんですけども、小腸エンテロペプチダーゼって、名前はどうでもいいんですけど、とにかく馴染みのない物質があって、これによってそのトリプシノーゲンの余分が外れて、それで活性の高いトリプシンに変換されるわけなんです。トリプシンはもうペプシンよりさらにもう爆発的で、トリプシン自身もどんどんトリプシノーゲンをトリプシンに変えるんですけども、それだけじゃなくて他のキモトリプシンとかエラスターゼとかそういうのも余分がついてるんだけども、それも全部活性化して、要するに余分のアミノ酸配列を切り離して活性型に変換して、なんと5種類の酵素が一斉にタンパク質を分解し始めるんですよね。すごい賢すぎますね。いや一部ではなくてね、全部の消化酵素にその器用に余分なアミノ酸配列がついてるんですよ。これは明らかにただごとじゃないですよね。アクション映画とかで爆弾の信管を抜いて爆発させるシーンがあるじゃないですか。つまり爆弾は不用意な暴発を防いで、必要な時には作動させる安全装置込みで製造するわけなんです。もうそうじゃないともう危なくてしょうがないですよね。どの爆弾にも信管がついてますね、これって偶然かななんて言う人がいたらどうかしてますよね。明確に危険防止の意図があるわけです。消化酵素はどうですか？
どの消化酵素にも活性をなくす余分なアミノ酸配列がついてますね。これって偶然かなってどうかしてますよね。同じく危険防止の意図は明白です。この余分がついてなかったら、ついてない時代があったら、消化酵素は作られるが早いか自分の周辺を分解し始めて他の酵素まで活性化してもうむちゃくちゃになったはずなんです。いや、それじゃ激ヤバなんでちょっと余分なアミノ酸が後からつきましたなんて、酵素が5つも6つもあるのにそんなわけないですよね。皆さん次々と内容が溶けちゃってもう全滅です。段階的に余分なアミノ酸配列がついたんじゃなくて、最初から余分付きで作られるように設定されたって、そう考えるほかないですよね。その余分が外れないとか、それから別のとこで外れちゃうとか、外れても活性型にならない酵素じゃこれまたもうタンパク質を消化できないんです。だから段階的に向上したとか、もう呆れるほど出来が悪い作り話、絵空事ですよね。で、普通に考えたら食べ物が来た時に消化できるように、来ない間は蓄えててもトラブルが起きないように、もう最初から、しかも全部の消化酵素に余分のアミノ酸配列がついていた、そのように設計された、デザインされたという以外にはありえないんです。すごく納得です。全てをデザインされた創造主がおられるんですね。しかも私たちが元気に食べていけるように作ってくださったんですね。感激です。でしょ作者が作品のことを大切に思ってなかったら、こんな優しい配慮は絶対しません。これを知ると、愛情を込めて私たちをお作りくださったんだ、作り主は愛のお方だと分かりますよね。進化の何のと言ってる人は、こういう驚きの事実を知らないか、知ろうとしてないだけで、もうバカにされても、そういう方々からあざけられても気にする必要はありません。創造主を信じる人はまず喜んで、そして確信に満ちていてほしいですね。この動画でお話ししたことは、どこかの知らない誰かに起こっていることではなくて、見てくださっている皆さんご自身に起こっていることなんです。そのことに気づいて、ぜひ驚きながら喜んでいただきたいと思います。